なんでハイエース探してんねん。これ見に来た方が秘密基地感がいいんだよね。パパも足伸ばせたの。マジで売ろうかな。ガチになりそうです。何これどういうこと？ちょっとどこから査定していく感じですか？あ、ちょっと増えた。ついに終了です。0秒になりました。結果としてはあれだね、初めての東亜モータース所沢店。本当だね、今まで来たことないよね。埼玉では唯一行ったことないでしょ。ほら今回ねちょっと訳あって東亜モータース、まあ全然別件なんだけどね行く用があって、でほらついでにね我々が最近探してるバンコンっていうかハイエース。なんでハイエース探してんねんって話だよね。アンズが来てからね普通車の方が手狭だし使う機会が急に減ったよね。減った。なんか使いづらい。なんか実家帰るにしてもなんか荷物とかね乗せられないしさ、今の車だとね。アンズがあん中にお留守番っていうのも厳しいし、ほとんど最近出番なくなっちゃったから、そういうワンボックス系もういいかなみたいな。荷物が入れられて人も運べて。そう、まあ、代名詞で言ったらやっぱハイエースとかあとキャラバンとかだからまあなんかそういうハイエースが所沢店にあるって聞いたから、まあ、ついでにそれもちょっと見せてもらって、全然ねこれがね今すぐ欲しいから買い替えたいっていう車はねほらまだ出てきてないけど、まあ、なんならねドノーマルでもいいやとは思ってるけど、でもやっぱね中古でもいいから仮想のねキャンピングカーの方が楽は楽だし。そうなんだよね。まあでも中古でいいかなっていう。それはあるね、今すぐね乗用車の方行ってキャンピングカー買うみたいなそういうわけではないんだけど、一旦見てみて。あんまりさハイエースってさカービィ買った時以来見てないじゃん。見てない。カービィ買う前はさハイエースずっと探してたからさハイエースばっかり見せたけどさ、まあだからそんなにがっつりね車の紹介をするっていうよりかはどっちかっていうとまあ自分たちのメモも含めてるね。そうだね。まあだからねちょっとこの動画がちゃんと世に出るのかどうかまだ怪しいけど、まあそれはそれで久々のハイエース見に行こうかね、行きましょう行きましょう。所沢ってあんまり降りることないよ。ないよね。初めて降りたかも。所沢市内ってあんま行ったことないもん。こっからあと 1.5 キロ。あ、あれか。およそ20これでいいのか。いいって書いてある。目的地付近です。あそこが駐車場なのね。なるほどね。一個先のここに入らなきゃいけなかったってことね。そうだね。初めて来た。よし、じゃあ早速ハイエース見ていこ見てみましょう。うね。これ1台目だね。これは何？これはハイエースの OMC の北斗っていうキャンピングカー。まあ見た目は普通のハイエースだけどね。そうね。本当に普通のバンコンで、なんかこれまだね入ってきたばっからしいから、これからクリーニングとかするっす。クリーニングする前にとりあえず見してっていう、ちょっとね無理で見せてもらってる。開けていいの？いいよ。これいいよね、電動パワースライド。よし、じゃあちょっとね早速中入ってみようか。はい。じゃあ待ちます。いやいいよね。もうねパパはねこのね秘密基地感がいいんだよね。これがじゃあ上がるの？上がるんだね。お、普通に上に上がるんだ。ね。よいしょ。なんかね乗車定員は一応5人らしい。あ、そうなの？前2人とここが3人なのかな。まあ一旦ここでよいしょ普通に座れるかなぐらいの。こんな感じ。これも上がるんじゃない？ね。で、こうや。あ、ええやん。全然いいじゃん。よいしょ。こんな感じ？まあでもさ、一人用のベッドとしては幅ある。いや、最高でしょ。ね。めっちゃ秘密基地感ある。ここさ、上にさ、電子レンジでしょ？うん。で、下冷蔵庫。で、これ多分カービィの時に使ってた冷蔵庫と同じタイプで。同じだ。ほら。ほんまや。上が冷凍の、下が冷蔵の。でうちこれずっと使ってたから。全然。これなんか意外とこれいいよね。そう。すぐペッて開けられる。ちなみにね、ここでね、オンオフしてる。なんかドアあるけど。そうそう。ちょっとドア開けてきて。これ何なのこのドア。てってるー。これすごいよね。ハイエースの中だからね。
ハイエースの中で隠れもできるからね。ちなみにこんな感じ。こっちにね、ギャレーがあった。2ルームなんだよね。ね、プライベートルームになってるから、トイレをここに置いて使ってもいいってことだよね。そう。ちょうど今このね、ママが立って座ってるところってさ、下開くじゃん。開く。開いて、なんか床掘りになってるんだよね。うんうん。これね、どうしてもね、8ナンバーの車検上必要な高さを作んなきゃいけないから、こう床が掘ってあって、で、その前にシンクが来るようになってんだよね。ここか。そう。これはね、車の構造上の問題でこうしなきゃいけないっていう決まりがあるから。シンクで下タンクが入ってて、そう。でこっちはなんか荷物入れられる感じなのかな。ああ、そうだね。あ、そうそう。あ、でも普通に荷物入れられそうだね。こんな感じか。結構入りそうだね。入りそう。ママの方からそっちを見ると、こんな感じで見え意外と快適よ、これ。これ何なんだろう。これバッテリーとか入ってるから。なんだ椅子？あ、え、何これどういうこと？ここが机なんだ。なるほど。知らなかった。こういうことや。面白いこれ。こういう感じらしい。これ面白いね。ね。ギミック的にはこんな感じで。面白い。だからここで一人でご飯食べた人がさ、うん、本当にだからこれそうだなんかパソコンやったりね。とかさ、それにはちょうどいい高さそうだね。なんかほらコンセントついてるし。本当だ。で、あ、ライトついてんじゃん。読書灯みたいなやつね。で、これね、よく見るとね、ここにテーブルの跡があるから、多分ここテーブルつくの。そうだね、テーブルつくね。うん。ああ、この裏に跡がある裏にあるんだうん。まあこれぐらいの大きさのうん。テーブルがついて、でもこれ一人だったらここでいいよっていうそうだね。感じだね。ちなみに、2段ベッドは寝るとこんな感じ。ママのサイズだったら全然余裕だね。余裕だね。全然なんか意外とこのクリアなんかランスが、さ、そう、意外とさ、屋根上にへこんでるからさ、隙間あるよね。そう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 、なんか圧迫感ないよ。うん。あ、下のな、あ、でもそうでもないか。変わんない？同じぐらいあんま変わんないよ。これマジでね、この形だけ見たらすごい秘密基地でいいんだよね。よし。これ面白いね。この上を開けるとさ、トランクね。ね開けるとこんな感じになると。なんかさ、後ろ開けるだけでもだいぶ風が通るね。うん。で、これシンクね、さっき。あんま使った感じしないんだよね、まだ。なんか1万そう、1万数千キロしか走ってない車らしくて。結構だからね、走行がまだまだいけるんじゃねっていう。本当だよね。ちょっとこれリアルにありかなと思う。なんか FF っぽいものないよね。ないね。あ、ある。 FF ある？ここにありました。インバーターあ、も本当だ、ここにありました。本当だ。あるある。あ、あるじゃん。じゃあもう、基本 OK だね。基本 OK。まあ、とりあえずね、1台目はこんな感じでいいかな。はちょっと予定にはなかったんだけど、い。そ急遽ね、見させてもらった1台だから。じゃあ次、2台目行こうか。う。行きましょう。ちなみに、うーちゃんたちは、車でお留守バス中です。ハングはね、この下に。見えてるかな？あ、いたいたいた。こんな感じで。うーちゃんたちは、これね、今日暑いからね、エアコン入れて、待機中です。じゃあ本命の方ね。これ、見に来た方。これもハイエースのワイドミドルなんだけど、これトライアルっていう、ナッツ製のキャンピングカー。で、中古なんだけど、これね、ちょっと気になってたんだよね。よし、じゃあ中見てみよう。で、うーちゃんもね、ここから参戦だね。いや、いいね。パワースライドいいよね。ね。電動パワースライド。で、これはね、ちょっとさっきのとほら、違くてさ、一応さ、3ナンバーになるんだよね。そっか、3ナンバーなのか。そう。これね、キャンピングカー登録ではない。乗車定員がだから9人とか、そんぐらいになるのかな、10人とか。じゃあ入ってみる。どう？あ、いいよ。ふーちゃん的にどう？いい。どう？快適だと思う。ふーちゃん。普通に快適。快適。なんかね、このさ、座席ってさ、座ったことないじゃん。ない。このタイプ。あ、でも結構リクライニングすんね。角度決めれるじゃん。いいじゃん。結構倒れるね。でもこれぐらいがいい。ね。おお。今ロックかかった。いいよね。いいよね。じゃあこれのね、後ろは開けてと、それ。お、いいね。これいいよね。これ。
シェード。横にあるのいいね。で、中はこんな感じ。ゆうちゃんが立てるぐらい。そう138ぐらいだからすごいじゃん。140センチいけるかゆうちゃん立てるんだね。なで155のままなんで中腰。私だと普通に切ります。ね、ワイドミドルってすごいね。立てるんだ。おお。私これもぴったりなんだけど。ママは？足欲しいね。あ、だってこれフルじゃないからね。そう、これがそうフ。ラットになるけど。座席出した状態で寝れるかどうかだからね。でもなんかお昼寝ぐらいだったら全然いけそうだよね。こうやって寝れる。ぴったりし。ここもぴったりです。全然余裕だった。横だったらママも寝れるわ。あ、見て大の字で。ほら本当だ。あ、横の方が寝れるんだ。幅があるからか。うんうん。そうだね。ワイドミドル幅があるから。で、このなんかさ、これ効いてるんかな、やっぱり。日差し。で、これは外から見るとあんま分かんないんだけど、中から見ると目線が違うんだよね。そうそう。これがついてる。こんな感じだね。そう実際さ、パパがこの辺見えないでしょ。だって見えない。この辺の角度から見ても見えない。ちなみに今どこに立ってたの？こんな感じ。これでもママ見えてないか見えない。ら。だから意外とね、これ重要だと思う。全然これ見えない。いいよね。うん。遮熱の効果もあるんだろうけど、サンシェードとしてもすごく優秀。よし。意外とこのファスプ簡単だった。これをこうでしょ？うん。簡単じゃん。でこんな感じで今ファスプでシート入れ替えて、でパパも入ってみるかな。お、広い広い広い。よいしょ。こんな感じ。ママから見るとこんな感あ、いいじゃない。パパも足伸ばせたわ。じ。ね。っていうことは私はつまりここで寝れるっていうことだね。そうだね。で実際これテーブルのこれもあるから、ここにテーブルはここに。そうこれ挿してここにテーブルができるみたいうん。意外と空間広いね。な。うん。こんな感じかな。ただこれはギャレーとかそう電子レンジとか冷蔵庫がついてないのね。そう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 。そうだ、そういうのだけ用意しなきゃいけないね。例えば冷蔵庫とかだったら、まあ市販のね、そうだね。アウトドア用のやつとか買ってきて、ポンと置いとく。まあでも全然、この足元とかもいいよね。そうそう。この辺置いとけ全然いいよ。まあこんな感じで。2台目はね、こっち。あとは実際ね、ちょっとこの辺ね、見積もり出してみて金額がいくらぐらいになるのかなっていうところだね。お値段のところだね。悩ましいよね。うん。よし、チェック会戻りましょう。はーい。はい、これね、ついでにちょっとね、今見てたのが、このね、赤い G ベン、ボーンですね。これディーゼル4駆ですよね。ディーゼル4駆で、これ前回ね、紹介させていただいた車両とほぼほぼ同じような車らしくて、で、まだこれ売りに出てないということで、前回ね、これ同じ車両紹介した時にもうすぐ売れちゃって、で、問い合わせも実はいっぱいいただいたんですよ。それと全く同じような車がもう1台あるらしいんで、これ所沢店で。全然走ってないんだよね。2万キロも走ってない。で、ディーゼル4駆っていう一番人気車種なんで。しかもシートレカの。そうレカロ付きっていうなんかねすごいよこれから販売に出るという車なのでぜひですねチェックしてみてください。ただちょっとこの動画が出る時にはもうなくなってる可能性はなきにしもあらずなんで、その際はねまたね申し訳ないですけども、ちょっとねまたということで次回をねお楽しみにしてもらえればと思います。ちなみに室内ねまだ2万キロ未満ということなのでやっぱりねむちゃくちゃ綺麗です。装備もほとんど一緒だと思うなこれ。FF も入ってるしインバーターも入ってるしエアコンもついてるし、こんな感じでエアコンもちゃんとついてます。すごいね。この間と本当一緒や。あとです。いろいろありゃこりゃ説明してもらったりもして。ね、そうそうね、なかなか今まで来ることなかったからよかったね。ね、よかった。なんかでもさ今さちょうど見てきたじゃん、はい、思ったよりかさ中古だけどさいいよ。よかった。もっとなんかこうさちょっと中古な感じがあるかなと思ったけど、内装とか全然綺麗だったし値段もついてない車の方が走行距離だってさ1万1000キロ全然走ってないよね。そう全然走ってないから車としても全然中身も綺麗だし、まあ、走ってなさすぎて逆にちょっと心配になるぐらいそんぐらい綺麗。でもなんか整備とかは出てたらしいからずっとだから車としてはまあ問題ないのかなって。あとほらもう一台トライアルこれあれは前からちょっと見てたやつずっとねそう見たいなって思ってて気になってたんだよね。そうでなかなかね見に行く機会がなかったから今日見に行ってあれはあれで内装綺麗だったよね。
内装綺麗だったし、やっぱ中広かったね。広かった。家具がないからうん。全面ドーンなんだよね。そう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 。だからそのワイドミドルってスーパーロングに比べたらやっぱコンパクトなんだけど、でもそれないから全部ドーンだからめっちゃ広く感じたし、あれはあれでいいよね。で、実際でもさ乗り換えるとしたらさ、一応ほらもう今1台乗用車あるからね。であれの売却をして、要は入れ替えだよね。乗り換えか。いいね。そう、さすがに増車は厳しいからそんな財力は我が家にはないからない。普通に乗り換えにはなるけど、今乗ってる車を要は売却しなきゃいけないから。そうだよね。でもともとさちょっと探してたんだよ、売却する方法を。どうやったらこう高く売れるかみたいな。で今その乗ってるのがね BMW の X1 に乗ってるけど、うん。これまたね輸入車って難しくてさ、値幅がさうん。崩れるのよ。ね新車の値崩れ半端じゃないの。輸入車って輸入するから、その時のそうあれによって違うもんね。そうさあと、人気かどうかか。そうただ幸いにして新車を買ったから良かったっていうのもあって、そのトラブルとかねそういうのは一切なかったから、その辺は良かったかなと思うんだけど、そういうのも兼ね合いがあって、実際、買い取り業者さんをたくさん呼んでやる、いわゆる一括査定とか、いろいろそういうのはあるんだけど、今回ね、ちょっとこの動画のスポンサーにもなってもらってるセルカさん、セルカっていうサービスがあって、うん。で、これが、セルカオークションっていうね、独自オークションを持ってるの。でこれね面白くて、よく車ってオークションから車を仕入れるとか言うんだけど、そういうのってやっぱ業者だけが入れる業者のやり取りする場みたいな感じなんだけど、このセルカオークションは結構独自マーケットとか、出品者は普通のユーザーなんですね。で普通のユーザーが売りたい車を、そういった業者さんとかに対して売ることができるっていう。ちょっとね今までのねオークション体験と違う形のオークションがやってて、で今回だからちょっと真面目な話ね、本当はね動画このね、スポンサードになっていただいた時に紹介する感じでやる予定だったんだけど、ちょっともう話を変えてマジで売ろうかなと。ガチになりそうです。そう BMW をマジで売ろうかなと思ってて、ちょっとね出品に出しますマジで。はい。そうで、実際ねこのじゃあセルカーオークションどんな仕組みなのっていうところをね紹介したいんだけど、うちの場合はちょっとそこじゃなくてマジで出品してマジでどういう感じなのかっていうのを伝えようかな。一応説明は今からするんだけど、本当にね細かいところ知りたかったらホームページとか、他のね方が紹介してるやつをぜひちょっと見ていただきたいと。でその代わり僕らはマジで出品するんで、その際にどういうことをするのか、どういう手続きが必要なのか、そういったところを自分たちが体現しましょうと。そうもうこれを見れば分かるっていう風にちょっとしようかなっていうのを今ね急遽決めました。そうでざっくり説明すると、いわゆるね車をね売る時っていうのは、ディーラーさん、買ったお店とかで売る買い取り、下取りとか、あとは一括査定、いわゆるね、いっぱいいろんな業者さん、買い取り業者さん来てくれて一斉に買い取りするっていう、この2つがやっぱ主流なんだけど、これとはまた別でオークションっていうね形で、要は出品者ユーザーがネットで販売する、出品して販売する。でそれを見た人が業者さんがじゃあ指値いくらって入札してやる、いわゆるオークションってやつだね。これを今ねこのセルカオークションっていうのをやってると。だからちょっと違うんだよね、普通の買い取りと。普通の買い取りは査定屋さんに来てもらって、いくらっていろんな人が競売みたいになって買うんだけど、セルカオークションの場合は出品だけしたらもう、数百人ぐらいのバイヤーさんが見て値段をつけていくと、入札していくと、欲しかったらねっていうね、ちょっとねもう根本的にね仕組みが違いますと。で、そんな中で、いろんな謎っていうかシステム的なねところがわからないところあると思うんだけど、もうざっくり説明するとどうやって出品するのか、これからね自分が本当に BM 出品するからそれも見てほしいんだけど、流れとしてはまず自分の車を出品しなきゃいけない。出品する方法、これはすごくシンプルで、セルカの検査員っていう人が、出品をするためにこの車の査定を要は載せてくれるんだよね。出品情報を載せてくれる。例えば外観の傷がないかとか、内装の傷がないかとか、走行距離何キロかとか、不正がないように無料で来てくれて査定してくれる。要は状態を写真とか撮って作ってくれるデータを。でその出品データを作ってもらった際に、実際に、例えば価格もねちょっと話聞けるみたいな、実際この車って今どれぐらいで売れてますかねとか、そういう参考までのねレートも教えてくれるらしい。でじゃあこれいくらすんのとっていう話なんだけど、じゃあこれ出品する人ユーザーいくらかかるかっていうと、なんとね出品料はタダです。0円です。手
数料ないんだ。手数料なしです。出品するユーザーはそれがないということなので、どうなるかって言いますと、タダでできます。出品して落札されるじゃん。例えば100万でも200万でも300万でも、極端な話1000万2000万のスーパー高級車みたいなのもね、落札されるわ。で落札された時にじゃあいくらかかるのかって、これ手数料発生するの。そうで、それが一律ね、一律で3万3000円っていうシステムだから、もうこれはね1回やっといて損はないっていう。ちなみにその出品回数はね2回かな、最大2回まで。実際ちょっとね、あとはね売ってみるとか、あとオークションのね雰囲気、どういう風に入札されていくのか、画面がとか、そういうのとかもね実際にこう映しながらやろうかな。で月曜日金曜日だけがオークション日だから、どっちかで出るんだって。一番どっちか近い方に出るらしいね。で、例えば火曜日に来てもらって金曜日に出品します。実際売却します。で売却する際に例えば書類とかいっぱいあるんだよね。何の書類が必要ですかとか、それもね全部ねセルガの担当と一緒にやるんだって。ここ面白くて、バイヤーさんと出品者は話すことはないんだって。要は間に全部セルカが入るから、面倒くさいこと全部やってくれる。書類の整理だとか、例えば売った車が輸送中になんかこうトラブルとかになって、例えば事故とかね発生して車に傷がついちゃったとかで、そうなった場合ってやっぱ査定額下がったりするわけだけど、そのバイヤーさんが出品者に直接文句言うんじゃなくて、バイヤーさんがセルカに言うわけよ。それをこんな傷ができてるよと。でセルカの人がそれ見て、この傷は輸送中にできたからこれ輸送車責任なんで出品者関係ないです。出品者の値段変わらないんだって。そういう面倒くさいことを全部間を持ってくれるっていうのがこのセルカオークションの魅力なんだよね。ただね1個だけねデメリットがある、このオークション。これ何かっていうと、入金が遅い。理由があって、入金が7日から14日間の間なんだよ。要は売却後ね。なんでこんなかかんのかと、なんで1週間以上かかんのかってなるんだけど、これがさっき言ったバイヤーさんが車来てから要はチェックするの。買った車が本当にセルカさんが出した、出品情報と合ってるかどうか、例えば走行距離が本当は違うんじゃないかとか、傷がなんか違うところにあったぞとか、そういう確認する期間があるんだって。バイヤーさんがそれを確認してる最中は、まだ振り込まれない。だからこれがね一括査定とかだと、もう早ければその週にうちに入るとかね、そういう感じで早いとこは早いのよ。だからそれはもうそこですぐ買い取るから。それがないんだけど、だから7日から14日間ぐらい待てる人はこっちでやった方が1円でも高く売れるっていう。そんな感じで、あとはね実際ねちょっとこの後ね BMW 売却しますんで、査定に来てもらいます。実際ね査定動画はねこちらになります。じゃあおはようございます。おはようございます。今日は来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね前回ね紹介させてもらったんですけども、このね BM をね本当に売ろうと思いまして、今ですね実際にセルカさんの査定員の方に来ていただきましたので、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これ最初どこから査定していく感じですか？見ていく感じですか？査定としましては、お写真を内装外装お写真いただきまして、はい、でその後にちょっと検査させていただきまして、はい、その写真を元に弊社のオークションの方に掲載させていただいて、はい、オークションの方にかけさせていただくという流れとなっております。わかりました。よろしくお願いします。そしたら最初じゃあ写真を撮っていく感じですかね？はい、そうですね。撮影してこれ出品でそのまま乗るじゃないですか。はい、車は綺麗な方がいいですか？お写真いただいたものを掲載させていただくので、できれば見栄えも綺麗な状態の方が、綺麗な方が見栄えとしてはいいかなと思うんですけど、強化自体はあまり変わらないので、そうなんですね。見栄えのところでいうと、綺麗な方がオークションとしてはいいのかなと思います。了解しました。朝急いで洗ってよかったです。ありがとうございます。というのとヒアリングシートがあるので、ちょっとこちら書いていただく形になるんですけど、ネットでやってるの？デジタルヒアリングシート。そしたらじゃあこちらの査定同意書だけご証明していただく形になるんで。わかりました。これはもう皆さん書かれるってことですね。そうですね。まず検査させていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。バッグ入れてちょっとモニター確認させていただいたりとか、動きですね。実際のさせていただきますので、ちょっとその際にちょっと電装関係とかトラブルないかっていうのをお聞きしてるんですけど、特に問題はないっていう形で。何にもないんで大丈夫。かしこまりました。窓の開閉だったり、サイドミラーちょっと起動させたりとかさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。でも実際じゃあこんな感じでエンジンをかけてみて、ナビの状態とかを見るってことです。そうですね。テレビ機能あるかないかとか、あとはそのバックモニターの画面をそのバックのみなのか、全周囲カメラがついてるのかとかもそこで判断させていただきますので。アラウンドビューがついてるか。そうですね。ではボンネットの中のエンジンルームをね確認するということなので、
ネジとかちょっと溶接の部分異常がないかっていう確認させていただいておりまして、はいはい。ここのネジが回ってるとこれ外したのかなっていうような形になるので、変えてるんじゃないかってことですね。そうですね。なるほど。ちょっといろいろ探りながらっていう形になる、今回お客様の車非常に新しいお車ですので、よっぽどないかなとは思うんですけど、念のためそこを確認させていただいて、そういうポイントがあるんですね。そうですね。あとはそのオイル漏れがないかとかそういうのもしっかり、点検させていただいておりますので、ここがオイル入れるところなんですけど、ここの周辺とかがにじんできちゃったりとかも輸入車は特にあるので、そうですよね。はい。新しいので問題はないかなと思います。あとはこういう、溶接の部分これシーラント塗装されてるんですけど、ここがちょっと純正か純正じゃないかとかも見極めポイントになってきますんですけど、塗膜チェッカー、これ板金してるかどうかっていうのを見極めてるものでして、じゃあ今からこの塗膜チェッカーっていうのを全体的に当ててって判断するってことですね。そうですね。どうしても板金上手い人もいますので目で見えない部分もあったりしますので、しっかりダブルでチェックさせていただくっていう形になりますね。そんなものがあるんですね、塗膜チェッカー。板金だと、パテ塗ってその上から塗装するので厚みが出ちゃうので、ちょっと変わるんですね。そうなんですよ。なのでその厚みをちょっと測って板金してるかどうかっていうのを確認してますね。このやっぱ塗装の厚みって、車によって変わるもんなんですか？輸入車結構厚くて、今260とか出てるんですけど、国産車だと大体100ぐらい。やっぱちょっと違うんですよ。輸入車だと結構厚く塗られてるので、少し厚くは出ますね。じゃあ大体その260前後ぐらいで収まってるかっていうのを見ていくってことですね。そうですね。塗ってると線とかいったりするので、全然変わるんですね。結構厚く塗られてる板金とかだとそのぐらいは出てくるので、もうじゃあ結構分かりやすく出ちゃうんですね。そうですね。結構基本的には倍ぐらいの数値になったら板金してる疑いがあるので、ちょっとしっかり確認させていただくっていう形になりますね。これ大丈夫でした？この車は。もうバッチリ大丈夫です。よかったです。これ今なんかあれですか？光の加減でなんか見てるんですか？これは傷を見たりだとか、あとはへこみをですね、光の屈折を使って確認しているところですね。そうするとなかなかあれですね、もうごまかしきれない感じですね。ちゃんと先に報告しないといけないやつですね。そうですね。どうしてもちょっと現場で見させていただくので、見落としてしまう部分も中には出てきてしまうかなと思うんで、先にちょっと申告していただけると非常に助かりますね。一応もう入念には見るんですけど、そうですね。僕が記憶してる限りぶつけてないはずですね。そうですね。地域によっては氷害とかで、氷害とかもルーフボンネットへこんじゃったりとかもするので。ちょっとこういうところとか、これ多分飛び石だと思うんですけど、飛び石、本当だ本当だ。タイヤがこうやって小石噛んじゃって、でそれで跳ねてとか。なるほど、こういうのがあるんですね。そういうのはあるんですけど、大きく金額に影響することはないので。これぐらいであれば。そうですね。そしたらちょっと一旦金額算出してきますので。もう出るんですか？そうですね。査定の方は終わりましたので。早い。一旦算出してきまして、ちょっと最後打ち合わせできればなと思いますので。了解です。すいません、ありがとうございます。ちょっとお待ちしております。すごいね。こんな短時間で出るんだね。BM こんなにちゃんと撮影したの初めてだな。綺麗だと思うんだけどな。ここではなんとなくこれぐらいの金額ですよっていうのを伝えてもらって、で自分の中でいくらで出すかっていうのは個人で決めれるんで、まずここはね一旦こんな感じじゃないかっていうのを出してもらうと。ということでね、ちょっと5分10分ぐらいかな、待ってみます。でまずですね、出品日に関してちょっと打ち合わせできればなと思うんですけど、引き渡し期限の方は最短だと今だとプラスの延長距離を設定する形になるんですけど、そうしましたら、売り切り価格の説明に入れればなと思うんですけど、ちょっとじゃあ今ね僕金額設定したので、これ今週金曜日。そうですね。早速今週の金曜日に出品できればなと思うので。ありがとうございます。ちなみにこれ出品されるとなんかマイページみたいなの来るんですか？送られてくる？そうですね。事前にご登録いただいた時にマイページのメールを送らせていただいておりますので、ちょっとそちらからマイページ解説していただくという流れとなっておりますので。ということで今回ですね、僕のねこの BMW ハイエースに変えるべくちょっと今ですね、セルカーオークションさんにねお願いして査定していただきました。
あとは金曜日ですね。そうですね。金曜日でいくらになるかっていうのをね、またね別途ね動画撮ってねお伝えしていきたいなと思います。はい。すいません、今日はありがとうございました。ありがとうございます。よし、じゃあオークション当日です。はい、ついに来ました。でちょうどね今スタートしたばっかりだから、これからねページ更新します。初めて見るんだけどこういうの。ポポも初めて。ね、どういう感じなんだろ出品状況をアクセスするとこんな感じで、残り時間3時間と26分55秒。これか。まだね始まったばっかりだから何にも動きがないね。10時から始まったんだっけ。そうじゃあまだ5分ちょいぐらいしか経ってないのか。そう一応だから3時間26分だから13時半に終わるのか。これね、これもう僕の車です。これを今現在、リアルに出しております。査定してもらったっていうのはここをね作ってもらわなきゃいけないんだよね、この部分を。でこの間これね実際の走行距離をねプラス1000キロでうちら出してるんだよね。じゃあちょっとまだ乗ることを想定してってそうこと？そうこれは自分で設定できるんだ。で今回うちね次の車まだ決まってないから今日もし仮に売れたらこの期間内で納車しなきゃいけない、買わなきゃいけない。そうだよね。で実際ねこの車の相場感一番高い金額で売れてたのが550万だったな。同じもので。同じもので。ただそっちの方が走行距離がちょっとやっぱもうちょい走ってなかった。だからそのね過去の実績とかねこれね調べられるんだよね。そうだからこれを見ながら、大体おおよその相場感も見えてくるみたいな。なるほどね。これだから別に BM だけじゃなくて多分ねこれねキャンピングカーもいけんじゃないかな。キャンカー高いな。本当だね。キャブコンってこんなすんの今買い取り。そう、今回はちょっとうちはね真面目な乗り換えを検討してるからBM を出しちゃったけど、そうキャンピングカーむしろキャンピングカーもこれありじゃない。一回やった方がいいんじゃないみんな。売りたい人はね。これ何分後ぐらいがいいかな。3時間後ぐらいちょっとね仕事があるんで仕事に戻ります。戻ります。さあ残り10分。一気にね動画飛んだけど何にも変わってないですね。これ何もないまま終わっちゃうのかね、変動なくね。そんなことある？一応さっき担当の人からメッセージ来て、輸入車の新しいお車などは最後の競りが白熱する傾向があります。ぜひ最後5分マイページより見ていただけると幸いです。だからこれさ自分でさ更新しなきゃいけないとかないよね。増えてよ。更新のたびに増えていくの？でも誤差は生じる場合ありますって書いてある。いやーどうなるでしょう。残り3分40秒。入札するとさ増えちゃうんでしょ時間が。あ、そうなの？そう。これ本当は競ってるってこと？見えてない？ちょっと増えた。今の更新で増えた。今されたんじゃない？別に出ないんだね。これ今入札何件目みたいな。ね。でここの金額だけがただ増えていくだけだ。そう。やっと入札はされている。やっと醍醐味が今さっきまでちょっとチーンだったから。そう今セルカになってる。残り時間はどっちかっていうとユーザー有利になってるね。あ増えた。だ売る方に優しいシステムだよね。やっと競りというものが見れたかもしれない。上がってきた。なんか今競ってるよ。もう競ってる。おおすごい一気に上がった。あら。これはちょっと面白いかもしれない。急に数字の変動激しい。急に来たよ急に。おおすごいもう10万以上上がった。急に来た。この額を希望額を超えたら売り切りランプっていうのがつくんだって。そうすると今はほらいくら金額入れてもパパが出した入れてる金額にたどり着いてないからバイヤーさんはまだ買えない。売り切りランプがつくとその金額を超えたって証明になるからもう買えるんだよ。なるほど、ね、でもあとは競り勝ったらその会社がゲットできる。そういうことか。じゃあ今はどんなにお金を入れても買える状況じゃないっていうのはバイヤーさんも見てて分かってるってことね。でもなんかここからいきなりあれだね、入金額が減ってきたね。減ってきた。みんなちょっと手探りになってきたね。渋々でいくらだみたいな。アッパーはいくらだみたいな。3、2、おついに終了です。0秒になりました。結果としては、希望額には届かずとそうですねいうところだったけど、スタートの時よりプラ360万ぐらいだったでしょ、50万ぐらいはプラスされました。ただ我々がね指定した額にはちょっとね届かなかったので、残念ながら今回は。ただなんかね
今回のうちのケースで言うと、例えばこの走行距離プラス1000キロしてるね。2ヶ月伸ばしてるね、引き渡しを。これを引き渡しが例えば2週間でいいよとか、で走行距離も100キロ200キロだけしか伸びないとかってなるとまた金額が変わるみたい。じゃあもう今は今うちは過酷条件でやってる。なるほどね。売り手としてはあんまり高く売れない条件でやってる。まあそうね。それでも金額はここまで出るから、これをもうちょいちゃんと短くとかね、売れやすい条件を整えてあげると伸びやすいらしい。マジで売りたくてマジで出品した。これってもう一回競りに出しても大丈夫。いいんだよね。大丈夫。しかもそれも無料でできる。ただ2回までなんで。それでも再出品も OK だし、再出品するときに落札価格を変えることもできる。今回で言えばうち414万9000だったから、多分400万ぐらいでセットすれば、そこからほら売り切りランプがついて買い切れるってことでこうなんかわさわさってするらしい。もっとそう欲しいみたいな、ちょっとうちはこの後再出品するかどうかもう一回セルカ担当者とちょっとセルカさんとこうね話せるのよ。担当者とこれどう思うみたいな。今回のじゃあその競りに関してのなんか感想じゃないけど、この後打ち合わせしてアドバイスをくれるって感じなので、なのでぜひですね、車キャンカーだけではなくね、普通車でも使えるんで、ぜひですね、セルカやってみてください。でこのセルカさんについてはね、概要欄に、URL とかね貼ってありますので、ぜひですねそちらからチェックしてみてください。はい、ということでね、今回はね残念ながら売却できずということで、まだまだハイエースは買えずという流れですけど、あとはもうあれだね、ハイエースがね決まったのもあれだね。そうだね。もうこれだってなればもう多少赤字でもいいやってなるかもしれないし、車が決まってないから。車決まってないとねどうしても高くなっちゃうんですよ、売り値が。それが決まればまた変わるかもしれないんで、今回はですねリアルにセルカに出してみたということで、ちょっとね売れなかったけどまたね次回頑張りたいなと思います。頑張りましょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。くたば